せーので、ジュンとクリスです。今日コンサート行きます。ベイビーなんかついてるよ。何大丈夫。雲みたいなやつ。やめてよ。お尻についてた。まあベイビーは山だからめちゃくちゃ可愛いファッションでコンサート行きます。これ上に羽織があるんだよ。だからみんな一緒に行きましょうね。とりあえずアンドロついたじゃない？ついた。山と自然こんな感じで。これでーす。だから雲がいるのは当たり前みたいな。雲大嫌い。雲全然大丈夫。大好き。何匹もいたよね、家の中に。一人。一人ママいたよね。ベイビーは黄色いのが飛んでる。ベイビーと自然は全然合わない。虫好きな人いる？まあ別にいてもいいって言えるんじゃない？僕みたいな。今日はフランス行きます。フランス行くの？なんかさ、すっごい可愛くてちっこい町に来たんだよね。いい可愛いかなと思ってた。ベイビー可愛いよ。もうバイオリンね、聞きに来たんだけど、コンサートじゃなくてコンクールになった。コンサートじゃなくてコンクールでした。なのでコンクールなので励ましに行きたいなと思います。なんていうね、チェアアップと応援です。応援です。めちゃくちゃいい友達の娘。そうさんだからね、実はねビジョンをいつも預けてくれる方の娘さんなの。やっぱり息子のねつながりの家族の付き合いなのでね、仲もいいもんね。めっちゃいい、めっちゃいい。メリーっていうのはこれね市役所ってことだよね。この町の市役所でコンクールインターナショナルバイオリンって言ってコンクールですね。ここでコンクールが開かれます。バイオリン寝なかった？もうダメだった。寝たらでもベイビー有名な話があります。皆さん、ベイビーは昔なんだけれども、私がパリオペラ座のバレエの公演のチケットを買ったんですよ。すっごい一番いい席で、素晴らしいいい席で、はい見るって言ったらその5分後、いきなり始まって5分後だよ。もう実際こうやってて、私がもう本当にこうやって起きてって言って、もうそれが続いて何回かあったよね。なんか1回だけあって、でもめちゃくちゃ時差ボケ。私も時差ボケだったんだけど、ベイビー大好きなものじゃない？僕はあったらいいみたいなもの見たいって言ってたけど、もちろん見たくないって言うと失礼じゃない？もうチケットもあったし。寝てる方が失礼じゃん。だって一番いい席だよ。お高い席よ。だからバイオリンは寝なかったの？寝なかったね。寝たらめちゃくちゃ失礼ってなるじゃない？バレエも失礼だったけど、私に対して。で、どうだったバイオリン？よかったね。僕はあんまりね、そういうクラシックの音楽得ではないんだけど、バイオリンとピアノのパートもあったから、それはすごい綺麗だったじゃない？そうだね。ベイビーはどうだった？好き？やっぱり美しいの見るのっていいよね。感動するから。だからこうやって週に1回ぐらいはそういうの触れられたらいいなって思った。わかる。なんかね、アンドラいる時にちょっと難しいよね。そういう、とりあえずバイオリンの後にご飯みんなで食べたから、それが一番楽しかったかな。めっちゃくちゃ楽しかった。もうずーっと笑ってたじゃない？楽しすぎて動画撮れなかった。ごめんね。そう、私たちはお母さんの方と泊まっちゃうんだよね。そうもう最初はお母さん、もう最初からなんて言った？お二人、今からタバコ吸うんだけど、これはお母さんに内緒ねっていうか、お母さん知ってるけど言わないくてもいいかもしれない。でもう一つあるんだけれど、それが
お母さんには内緒なんだけど、彼がいる。そう、彼氏できました。だっていう感じだったよね。そう。もうめちゃくちゃなんか。そういう話ばっかりだった。そう、めちゃくちゃ面白いね。あの二人めっちゃ若いし、すごい友達みたいね、話してたよね。それはすごい、なんか嬉しいよね。二人も若くなりました。びっくりしたのが、昨日帰ってきたらね、アンドラにね、行く時に、雲の中を通ってきたんだけど、多分日本だったらね、危険だから絶対に入れないような感覚で、1メートル先が見えない感じ。見えない。そこぐーってぐるぐる行って、ちょっと怖かったんだけど。で、ちょうどさ、ベイビー、いつも運転するんだけど、山道だから私ちょっと気持ち悪くなっちゃうから、ベイビー昨日はね、私が運転させてって言って私が運転したの。そしたら霧で、もっと怖くて、ゆっくりと行くじゃん？かなり長かったんだけど、すごい長かった。なんかね、最初の時に、やっぱりね、アンドラに入ると、すごいフェリーテールな国みたいになってるじゃないって、すごい喜んでたんだけど、なんかだんだん危ないと思ってたよね。危ない。ね、本当に何も見えない。そう。人生初体験で、人生って経験だね。経験だけど、なんか1時間ぐらいそういう霧の中、1時間ぐらいいた。雲だよね、あれ。雲だよ。だって山の上だもん、私たち。そうだけど。雲の中起きたんじゃない？あ、でも同じか。同じかな？同じですか？のような感じで。怖くて、ゆっくりと走ってたら、後ろに2、3台車がいて、これ、私がゆっくりすぎるかなと思ってたんだけど、そのまま行ったら、また新しい車が前に行って、あ、なるほど。一番最初の先頭さんは一番怖いんだよね。見えないから。なんだけど、後ろの車はまだ追ってけるからね。明かりも見えるし。だから、早く来たのかと思って。ね。そう。ベイビーはめちゃくちゃ上手。運転はすごいできる。だけど、昨日ね、リーダーとして、ちょっと、汗かいてたよね、ベイビー。すっごい汗かく。人生初めてあんな霧の中を長く、あんなに、熱い霧もう見えないの、本当に見えないのね、目の前が。線を辿るしかないみたいなね、なんていうの？車線を辿るしかない感じだったから。しかもさ、ここからさ、ガードレールの下は崖じゃない？それも冷ややんこで、私。やばいみたいな、めっちゃ怖くて、いろんな想像力がね、増されて、もうどうしよう、このままね、やばい。ちゃんとやんなきゃと思ってたの。だけど、ベイビーね、なんか、二人の車めちゃくちゃラッキーで、ライトはめちゃくちゃ良かったね。なんか、船みたいなライトだったよね。どこでも見えるみたい。それは助かった。それね、だけど、一番の車はあまりライト良くなかったから、それはね、ちょっと大変そうだったよね。もっと大変そうだった。なんと私たちの中で異変が起きています。だから今ちょっとクリニックに連絡してるんだけど、今、バーにカフェに来たんだけど。じゃあベイビー、カフェありがとう。なんで頼んでくれました。ずっとさ、喋ってたわ、クリニック。頼んでくれましたね。私たちの中で異変が起きています。ベイビーは山の生活と話をそれて、山の生活なんかすごいちっこいシティだから、もう本当に楽しい。今夏だから外出たいかも。もう外出たいよ。だって小さすぎて何もすることないし、山行ったらマダニがいるって言ってるから、夏になったら山に行ける、ハイキングできるところマダニがいるんだって。わかる？マダニティック。どこでもいる。フランスめちゃくちゃいる。フランスはめちゃくちゃ危ないやつ。アンドラまだね、危なくないって言ってるんだけどね。わかんないよ。今のところね。あとは2人ね、2ヶ月ぶりぐらい帰りましたんじゃないかと。だからびっくりすることは、
みんなすごい覚えてるじゃない？ネイバあ、近所の人？ー、近所の人。めちゃくちゃ覚えてくれました。てかさ、覚えてたのは私のこと覚えてくれてて、ベイビーは初めての方が多かったの。っていうことはさ、ベイビーは前ビジョンの散歩行かなくて、私がずっとビジョンの散歩してたんだなってなんとなく分かったの。朝の担当。朝の担当。朝もそうでもなかった。今は担当してるよね。朝最初いつ行ったベイビー？朝も行ったし、夜も行った。最後。ここ最近でしょ？違う、パリでも。でもちゃんと掃除機かけてるの家。それは質問じゃないよ。最後いつ朝行きましたの？最後？でも行ったよ、アンドラで。もちろんこの 8年9年この1週間でも1回行ったよ。この1週間行った1回行ったじゃん。行った。僕めちゃくちゃ早いミーティングがあった時に。そうだよ。じゃあ行きましたね。行きましたよ。何言ってるの？で掃除機もかけてるんだから。掃除機も朝かけてるよね。計画はこの人がベイビーがビジョンと散歩してる間にみんながいなくなった時に掃除機かけないと嫌じゃん。だからね、もうね、タイムリミットがあるの。その時大変なんだよ。でもベイビーびっくりしない？みんな知ってるよ、2人のこと。近所さんし、多分そう、ベイビーのことは知らなかったけど、私のこと覚えてくれた近所の人。それだから多分ね、散歩行かなかったんで、初めましてだったじゃん。初めまして。のこと。2人のことしてるんだけど、僕たち会ったことない人。それね、めちゃくちゃ面白いと思って。アンドラデに来た理由の一つなんだけど、ベイビーインテリアデザイナーなんだけど、ベイビーのインテリアデザイナーのプロジェクトが一つあって、そこのとあるアパートメント、マンションを購入するっていう手続きがあったんだよね。でそれで鍵をもらうっていう時に司法書士さんとなんかこうやってハンコとかやる時に近所さんだよねって言って、本当にエリアが同じ名前だったんだよね、住んでるところが。そうしたら君たちの車を可愛いねって言われて、車まで知ってるってどういうことと思って、私たちのこと知ってるのかなと思ったんだよ。知ってるじゃない？でもだけど僕たちは初めて会った人。初めて会ったよね。でその後にベイビーと散歩行ったのをたまたまその手続きが終わって山の方に行って、そしたらあれ遠くから来る人がいるんだけど、あれちょっとさっきの司法書士さんと似てるボディタイプだなと思って見てたら、そうだったみたいな。すごくない？あれすごい、本当にすごい。そういう山の生活じゃないと思ってた。みんなのこと知ってる。悪いことできないです。全然できない。絶対に無理。もう本当になんかやったらもうはいみたいな感じ。だからもう優しくてスマイルでみんなと話してます。でもベイビー司法書士さんね、なんとね、私が知っているクリスティーナっていう方いるの。散歩でいつも車で会うマダムがいるのよ。マダムクリスティーナが。マダムクリスティーナ3匹の犬がいるのね、でなんかちょっと畑のもやってた時も会ったことあるの。よく知ってるの。なんとね、司法書士さんね、そのマダムクリスティーナのどうやら旦那らしいのよ。それびっくりして知ってるんだけど、なんでさアパルトマンのこれやった時に言ってくれないんだろうと思ったんだけど、マダムクリスティーナのこと言ってくれればさ、そこわかるじゃない？わかるんだよ。そうなんてこの世界は小さいんだみたいな、それがアンドラです。なんかね、楽しいことはあるんだけど、家族みたいになってるじゃない？もうみんな誰でも何でもしてるじゃない？家族だね。そうビッグファミリーみたいな。そう、そういう気持ちあるんだけど、逆に悪いことできない。でもディナー誘われないね。そうだね、家族なのに。そうだよね。なんで？誘われないんじゃなくて誘わないとダメなんだよ。ギブしないと。テイクしなくてよくない？ギブンテイクでなるんじゃない？よくあるよね、その言葉ね。ギブしたいんだけど、でもあったじゃない？ベイビーの友達アンドレアちゃんあったじゃない？ヌークのママ、ヌークは白いね。じゃあカフェ一緒にしようと言ったんだけど、なんか無視した。
じゃあ、そんな感じで私たちには異変が起きてるけれども、この動画がいいなと思いましたらぜひグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回もお会いしましょうね。せーの、あちゅー。